今回の動画はボールペンで綺麗な字を書くために大切なリズムについてお話をしていきたいと思います。最後まで楽しんでください。どうぞ。皆さんこんにちは、書道家の上平大我です。今回の動画はボールペン字学習を進める上で大切なリズムについてお話をしていきたいと思います。綺麗な字を書くために練習をしている皆さん、リズムを意識したことはありますでしょうか？おそらくですね、初心者であればあるほど形を真似しようとか、あとは私もよく言いますが余白をですね意識しようとか、いろいろあると思うんですが、意外とですねリズムというところに気づけていない方非常に多いと思います。他の動画でも結構私このリズムは大切ですよというお話をさせていただいてるんですが、今回の動画ではそちらをですね深掘りしていって、どういったところが大切なのか、そしてリズムを学ぶことによってどうなるのかみたいなところをですねノートとペンを使って解説していきたいと思いますので、実際にですね私も書きながら説明していくので、皆さんも紙とペンを用意していただいて一緒に練習をしていきましょう。ちなみにこのチャンネルでは美文字に関することや書道に関すること、お役立ち情報を配信しております。まだチャンネル登録してないよっていう方は、この動画を最後まで見ていただいてよかったなと思っていただいたらチャンネル登録していただけますと非常に嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。はい、それでは早速説明をしていきたいと思います。今回はジェットストリームの赤とジェットストリームの 0.5 を使って解説していきたいと思います。リズムを学ぶために大切なことということなんですけれども、まず大前提といたしましては、リズムというのは人それぞれ合ったものがあるということです。自分に合ったリズムを探していくことによって、より丁寧に綺麗な字を書くことができます。そしてその自分に合ったリズムを見つけるためには練習量をこなしていくしかありません。どれだけコツをつかんでも練習量がなければリズムというものはなかなかつかみにくいものです。たくさん練習をしていただいて自分に合ったリズムを見つけられると字を書くのが本当に楽しくなってくると思います。とは言いつつも大切にすべき共通点というものがあります。それを今回は説明していきたいと思うんですけれども、学習の参考の一つにしていただけると嬉しいです。その共通点というのは大きく2つあります。まず1つ目、止まる部分を作ることということですね。どれだけ急いでいても止まる部分をしっかりと作ってあげるということが、楷書で文字を書く上で、丁寧で綺麗な文字を書く上で非常に重要なポイントになります。それがどこかというのを示したのがこちらになります。他にもまだありますが、こういう決まりとなる部分ですね。書道でいうところの始筆、終筆などをはじめとした基本点覚を大切にすることが重要となります。今このノートに赤で塗っている箇所があると思いますが、そちらをですねボールペンで書く際にもしっかりと止まるということを意識して書いてあげましょう。楷書を書く上でこのポイントを止まるだけで文字のメリハリがつきますし、急ぎすぎていても雑に見えなくなります。なので急いで書くときにおいてもこういうポイントでしっかりと止まる部分を作ってあげるということを意識してみてください。これがあるのかないのかで見栄えが大きく変わってきます。そして続きまして2つ目、スピードの変化です。常に一定のリズムではなくスピードの変化をつけるということが文字をきれいに書く上で重要なポイントとなってきます。とはいえ最初は形を捉えるということがまずは重要なので、形をある程度捉えられるようになった後、このスピードの変化をつけてあげるという形で段階を踏んで練習していただくといいかと思います。そして常に意識しなくてはいけないんですが、特に意識をしていかなければいけない場所があります。それがズバリどこなのかというところで、最も基本的に意識していただきたいところだけ今回はお話をさせていただくんですけれども、止め、跳ね、払いをしっかりと意識しましょうというお話になります。つまりどういうことかというと、先ほどご説明させていただいた止まる部分、こちらで止まってそこからスピードの変化をつけるみたいな形で、実は1と2はつながっている、そのような考え方で練習をしていただくといいと思います。止まってスピードの変化をつけてあげるということを意識していきましょう。
例題を見ていきますとこのような形です。まずダメなパターンということで、ずーっと同じリズムで最後まで書くということですね。払いをするときにも最初から最後まで同じリズムで書いてしまいますと、こちらもですねメリハリがつかないのでうまく見せることができません。一方でしっかりとですね曲がり角の部分、止まって払うということを意識して払う瞬間からスピードを少し速くしてあげるといったようにリズムの変化をつけるだけで文字のメリハリが効いて見栄えが大きく変わります。続きまして横線ですね。横線におきましても同様で、スピードを一定の速度で、速すぎても遅すぎてもダメなんですけれども、特に遅すぎる場合は線が震えてしまったり、速すぎる場合は斜め上に行ったり斜め下に行ったり、あらぬ方向に進んでしまうということがよくあります。今回のパターンとして、おすすめしているのはですね、しっかりとまず指筆、始まりの部分を止まって、その後、横線をですね、どこに引くのか、頭の中でイメージをして、紙面のどこに行くのかっていうものを最初にイメージした上で進みます。進むときはですね、結構勢いよく進んでいってもいいと思います。横線は親指を使って押してあげると綺麗にまっすぐ弾けますので、狙いを決めてスッとしたリズムで弾いてあげる、こういうことを意識してみてください。この意識の有無で横線の震えとかが大きく変わってきます。震えてしまうような方多いと思います。実際ですね、どうしても自信をなくしてしまって書くとそういう風になってしまうと思います。なので横線はしっかりとここに書くぞというのを決めて書いてあげるといい線が書けるので試してみてください。というわけで今回はリズムを大切にしましょうというお話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。最後まとめに移りたいと思います。まとめということで、今回ですね、大前提リズムというのは人それぞれ自分に合ったリズムがあるということを元にしながらもですね、大切にすべき共通点についてお話をさせていただきました。そちらが2点ありまして、1つ目は止まる部分を作ること、2つ目はスピードの変化をつけること、この2点になります。どのようなリズムであっても止まる部分を作ってあげる、スピードの変化をしてあげる、これをするだけでメリハリがつきますので、ぜひ試してみてください。というわけで今回簡単にですが以上になります。この動画を見てよかったと思ったらチャンネル登録、そして高評価していただけますと非常に嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。